ジュヌブ大不浄の状態の者が、病気、死、または渇きを恐れる場合、タイヤムムを行うこと。アムル・ブン・アルアースが非常に寒い夜にジュヌブになった時、彼はタイヤムムを行い、クルアーンの次の説を唱えたと言われています。そして自分自身を殺してはならない。本当に、アッターはあなた方に対して最も慈悲深いお方である。クルアーン4時29分。このことが預言者、彼に平安と祝福あれに報告されたとき、彼はそれを非難しませんでした。アブー・ワイルが伝えたところによると、彼は言いました。アブー・ムーサーはアブドゥッラー・ブン・マスウードに言いました。もし水が見つからなかった場合、彼は礼拝をしないのですか？アブドゥッラーは答えました。もし私が彼らにこれ、タイヤムムを許可すれば、彼らの中の一人が寒さを感じただけで、水があるにもかかわらず、そのように、タイヤムムをして礼拝をするでしょう。アブー・ムーサーは言いました。では、アンマールがウマルに言ったことについてはどうなのですか？アブドゥッラーは答えました。ウマルはアンマールの言葉に納得しなかったのです。サヒーフ・アルブハーリー345。ハディース、ジュヌブとタイヤムムの議論。シャキーク・ブン・サラマが伝えたところによると、彼は言いました。私はアブドゥッラーとアブー・ムーサーと共に言いました。後者が前者、アブドゥッラーに尋ねました。アブドゥッラフマーンよ、ジュヌブ、大不浄になったのに水が見つからなかった場合、どうすべきだと思いますか？アブドゥッラーは答えました。水が見つかるまで礼拝をしてはならない。アブー・ムーサーは言いました。では、アンマールが預言者、彼に平安と祝福あれから、それで十分だ、と言われたことについてはどうなのですか？アブドゥッラーは答えました。ウマルがそのことに納得しなかったのを見なかったか？アブー・ムーサーは言いました。よし、アンマールの話は置いておきましょう。では、この、クルアーンの説についてはどう答えますか？アブドゥッラーは、にを言うべきかわかりませんでした。彼は言いました。もし私たちが彼らにこれを許可すれば、水が冷たいと感じただけで、水があるにもかかわらず、それを捨ててタイヤムムをするようになるだろう。私はシャキークに尋ねました。では、アブドゥッラーは、この理由でタイヤムムを嫌ったのですか？彼は答えました。はい、そうです。サヒーフ、アルブハーリー346。ハディース解説。このハディースは、水による沐浴が、寒さや病気などで自分の命や健康を危険にさらす恐れがある場合に、人間がタイヤムム、土による清めを行うことが許されることを示しています。また、水が少なく、飲み水や家畜の分しか残っていない場合にも許されます。アッター、思考なるお方はクルアーンで次のように述べています。そしてアッターは、信仰においてあなた方にいかなる困難も課さなかった。このため、水を使えない場合には、タイヤムムを行うことが許され、何の問題もありません。次に、イマーム・ブハーリーは、アムル・ブン・アルアース、アッターが彼にご満悦であられますようにの物語を挙げています。彼はこう述べています。アムル・ブン・アルアースが寒い夜にジュヌブになった時、彼はタイヤムムを行い、クルアーンの説、そして、あなた方自身を殺してはならない。本当に、アッターはあなた方に対して最も慈悲深いお方である、を唱えたと言われています。これはブハーリーが、ムアッラク連鎖が途切れている伝承として引用したものですが、他の学者たちは完全な連鎖で伝えています。その伝承には、アムル・ブン・アルアースがタイヤムムを行い、教友たちを率いて礼拝を行ったことが付け加えられています。預言者、彼に平安と祝福あれのもとに来たとき、彼は預言者に、あなたはジュヌブの状態で教友たちと礼拝したのか、と尋ねられました。アムルは、アッターの使徒よ、私は死を恐れました、と答え、アッターの次のお言葉を唱えました。そして、あなた方自身を殺してはならない。本当に、アッターはあなた方に対して最も慈悲深いお方である。すると預言者、彼に平安と祝福あれは微笑み、彼を承認し、非難しませんでした。アブー・ムーサーとアブドゥッラー・ブン・マスウードの対話。アブー・ムーサーがアブドゥッラー・ブン・マスウードに言った。というこの話は、アブー・ムーサー、アル・アシャーリーとアブドゥッラー・ブン・マスウード・アッターが両人にご満悦であられますようにの間で起こった議論を示しています。アブー・ムーサーは尋ねました。もし水が見つからなかったら、つまりジュナーバの状態であった場合、どうすべきか。アブドゥッラーは、タイヤムムはせず、水が見つかるまで待つべきだ、と答えました。これは、たとえ礼拝の時間が過ぎても、という意味でした。アブー・ムーサーは、アンマールの話を聞いていないのか、と言いました。この話とは、アンマールがウマルと共に幼児で出かけた時にジュナーバになり、土の上を転がったという出来事です。預言者、彼に平安と祝福あれは彼に、あなたにはこのようにするだけで十分だったのだ、と教え、タイヤムムの仕方を教えました。するとアブドゥッラーは、ウマルがアンマールの言葉に納得しなかったのを見なかったのか、と言い返しました。驚くべきことに、アブドゥッラー・ブン・マスウード、アッターが彼にご満悦であられますようにのような高潔な人物がこの問題について知らなかったのです。しかし、アッター、
思考なるお方は次のように述べています。もしあなた方が病気であったり、旅の途中にいたり、あるいはあなた方の一人が排泄から戻ってきたり、または女性に接触したりして、水を見つけられなかったならば、タイヤムムを行いなさい。クルアーン語6。アブドゥッラー・ブン・マスウード、アッターが彼に5万越であられますようにの論拠は、もし彼らにこれを許可すれば、彼らが軽率になり、寒さを感じただけでタイヤムムをして礼拝を行うようになるだろう、というものでした。この話は、ハディース番号346でもより詳細に語られています。アブー・ムーサー・アッターが彼に5万越であられますようには、アブドゥッラフマーンよ、と、アブドゥッラー・ブン・マスウードの君や、愛称で呼びかけました。もしジュヌブになったのに水が見つからなかったら、どうすればいいのですか。アブドゥッラーは、水が見つかるまで礼拝をしてはならない、と答えました。アブー・ムーサーは、では、アンマールの言葉についてはどうするのか、と言いました。つまり、預言者が彼に、あなたには十分だったのだ、と言ったことについてです。アブドゥッラーは、ウマルが納得しなかったのを見なかったか、と答えました。つまり、ウマルはこのことに納得しなかったのです。それは彼が忘れていたためです。そこでアブー・ムーサーは、アンマールの話は置いておこう。では、このクルアーンの説についてはどうするのか、と、次のようなアッターのお言葉を挙げました。水を見つけられなかったならば、清らかな土でタイヤムムを行いなさい。彼は、一つの証拠から、より明確な証拠へと移ったのです。アブドゥッラー・ブン・マスウードにとってハディースが難解であったため、彼は明確なクルアーンの説に言及しました。アブドゥッラー・ブン・マスウードはクルアーンの説にどう答えるべきかわからず、こう言いました。もし私たちがこれ、タイヤムムを許可すれば、彼らの中の一人が水が冷たいと感じただけで、それを捨ててタイヤムムをするようになるだろう。最後に、アブドゥッラーはこれを嫌がったのか、という問いに、はいと答えられました。つまり、人々が軽率になることを防ぐためでした。この話は、さらに詳しく述べられることになります。